皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズ指しました対局の解説編をお届けいたします。リクエストもいただいてたひねり飛車ということで、ひねり飛車っていうのはね、相掛かりから飛車をねグッと左側に転戦するということで、夢のある作戦でもあるんですけれども、特に今回はね角を持ち合った形のひねり飛車だったので、ひねり飛車指すにあたってのねポイントやね、どういったところにね注意して指していけばいいのかといったあたりを大盤でゆっくり解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速大盤の方で対局の方を振り返っていきたいと思います。今回私が先手番でした。7六歩、3四歩、2六歩、4四8四歩ということでね、2五歩とつきまして、相居飛車でね、かつ横歩取り模様のスタートですね。で、ここで8五歩とつくのがね、プロの公式戦でも多い手なんですけれども、3二金とね、これがちょっと変化球というかね、一歩至高の一手でして、で私の方は7八金と上がったんですが、4一玉とね、ここで8五歩とつけば、先後同型でね横歩という形になるんですが、4一玉と、これがねちょっと上級者向けの解説になるんですけれども、この手順ですとね少しね後手の工夫をした形で、実戦も2四歩同歩同飛車といったんですが、この時にね2三歩と打ちまして、ここまでね実戦なんですが、通常の横歩というような形ですとね、こういった形で、この形でね8六歩と同歩同飛車でいけば、3四飛車に3三角とかね、横歩取りなんですけれども、この形でもね2三歩と打つ手はあるんですよね。で本局との違いは8五歩と伸びているか4一玉と寄っているかの違いです。ただこれがね地味だからちょっと展開が変わっていくところがありまして、この時にね、本局は飛車を引いてね注文を外したんですが、横歩取りでしたら3四飛車と、この手も非常に有力なんですね。もちろんこれもあるところです。この時にですね8八角成と、交換しまして、同銀に2五角とね、これねちょっと強い方ならね出てくる筋でもあるんですけれども、この時にですね8五歩5一玉型、この形もあり得るんですね。でこの時に先手の方は3六飛車と引いて、飛車角交換を受け入れて指すか、3二飛車成とねもうバサッと切ってしまって、同銀に3八銀と上がって、飛車を渡してしまいますが、金を手にして、歩を2枚ね一歩得してますから手にして、あとこの2五の角が不安定なんですね。こういう指し方があるんですね。でこの時にですね玉が4一に寄ってますと、3二飛車成と先手が切ってくる手の時に同玉とねこう玉で取る形が選べるんですね、後手がね。でもちろんすみません銀橋ですね。これで先手は角成りを防いで3八銀と上がるんですが、例えばこの時に2二銀あるいは4二銀と、2二銀ですかね、こういった形になった時に後手の形がね、先ほどのこの3二銀の形よりも、3二玉とね上がって、例えば4四歩とつく手もあるんですけど、こういった手の時に、少しね安定してるんですね。代わりの手8五歩とついてても、仮にこう8六同歩同飛車といってもね7七角とか打たれちゃうので、結局8五歩とついてあっても8六歩がいけないとね。でしたら都合つかない代わりに王様を寄って飛車切りのね変化に備えておこうよっていうのが、ちょっとすいません難しいんですけれども、今回ね相手の方の作戦だったわけですね。これはでも相手の方有段者のね方だったんですけれども、ちょっとね、パッと目では分かりづらい手で、かつね3四飛車8八角成同銀、2五角の時にね、例えば3六飛車のね飛車角交換、すみません引いた下ですね、飛車角交換の変化ですと、そんなに大きく8五歩ついてるか4一玉引いてるかの変化はねあんまり差が出ないんですね。先手がこう3二飛車と踏み込んできた変化の時に、少し後手が得するというちょっとした変化球なんですね。でですね、すいませんちょっと変化が長くなってしまったんですが、3四飛車がね10点でちょっと誘われてる意味があるんで、私は2六飛車と引きましたね。なんかちょっと横歩が取れなくて悔しい手ではあるんですが、ただね相手の方がこれ8五歩とついた時に、ここでね将棋ってのは面白くて、こう相手が変化をすると自分の方にもね工夫の余地が出てくるわけですね。
本来の繰り返しなんですけれど、小太りの格好ですとこの形で2三歩に例えば3四飛車取らないで2六飛車ですとすぐ8六歩からね相手の方に一歩交換、これも別に一局の将棋なんですけど交換になります。ただ本局はここで玉を寄った計算ですから8五歩と突いた瞬間に私の手番なんですね。ですのでここで7五歩とね、もちろん3八銀とかかって相掛かりにする手もあるんですけれども、7五歩と突いてひねり飛車をね見せる手がねできるわけですね。これはもちろんあれですよ、こう突いたからめちゃめちゃ先手が得するとかいう話じゃないんですけれども、相手との駆け引きの結果、7五歩と突いて、ひねり飛車にしやすい形になっているということですね。で7五歩と突きまして、これですね、8六は突けないんで、ただ相手の方もねこの次の手はね居飛車系の将棋に指し慣れてる方ですね。私の手番が例えば6二銀とかですと、7七桂と飛んでね、角をこう交換しないでひねり飛車の形に進む、この後9六歩から9七角といったね感じで、例えば7六飛車と、石田流のように組んでいくのができるんですけど、相手の方はここでもちろん6二銀も普通の手なんですけど、8八角ないとねこの瞬間にこう角を交換したのはねなかなか機敏な一着でして、もちろん同銀にね、すぐ角をどっかに打って両取りになったり馬ができるわけじゃないんですけれども、これで2二銀と上がっておくことで将来的に角をどっちがこう打ち込む隙ができやすいかといったらひねり飛車の方ですよと言ってるということですね。難しいですね。この状態で角がね両取りで打てれば皆さん分かりやすいんですけれども、この瞬間は打つところがないけど将来的に進んでいったらひねり飛車の方が隙があるから角を交換しておきましたということです。はいね。ただこれが本当にねその通り角を打つ隙ができるかどうかっていったらもちろん先手が気をつけてね注意して駒組みすればあるので、この辺りの判断はね難しいところです。単に6二銀もあるところですね。はい。で、2二銀3八銀とちょっとね序盤難しい解説になってしまったんですけど、ここからはね駒組みですね。3三銀と上がりまして、7七桂と飛びまして9四歩。受ける手もあったんですけど4八玉とね、飛車がこちら側に将来的に来るので、王様をこっちに囲う手もあるんですけれども、飛車がこっちに来ることを想定すれば王様をね反対方向に囲うというのが、ひねり飛車の指し方です。で4八玉に対して1四歩で1六歩と受けまして、ここで7二銀で9六歩と先手の方も受けまして、次の手がね、相手の方の注文をつけた8三銀ですね。これが今局ね一番のポイントというかね、ここから局面が動いていくことになりましたね。対局の時も言ったんですけど3一玉と寄ってね2二玉と入るというのもすごく普通ですし、6四歩から6三銀とねこちら側に銀を使っていくのも普通ですよね。8三銀はもう先手のこの7五の歩をねもう直接的に棒金で咎めてしまおうということで非常に強気な手ですね。なのでね、例えば後手の方の成功例を言いますと、もちろん3九玉とか引いとく手も自然なんですが、そうすると8四銀と出てきまして、この歩取られたねこう取られちゃうとやっぱりひねり飛車としては不満ですので、7六飛車とこう受けるんですけど、例えばですよここで5四角と。こう角をやっぱ交換してた効果でこういうとこ角打てるんですね。で角打たれてこう飛車がどこか逃げたら7五銀と。これ一つ後手の方の理想形なんですけど、こういう形になってくるとね、なんていうんですかね、飛車だけがこう駒が前に出てる形なので抑え込まれそうですよね。かつこの5四の角が非常にいい形で、例えば1五歩同歩今手にした1八歩とね、このひねり飛車の弱点である2七歩がないところを狙われたりとか、あるいは9五歩同歩8六歩同歩で、ここで取った方ね空端で両サイドの端攻めがねあるわけですね。ですのでこれね、後手の成功例なんですけど、先手もねこう以前のね、対局動画とかでもね話したんですけど、相手の銀が3段目から4段目に出てくる時っていうのは注意しないといけないですね。例えば3一玉とかですと相手のね攻めの銀が2段目なのでそんな慌てる必要がない。ただ8三銀っていうのはもう次にね8四銀で攻めてくる手なので、こういう時にね同じように何でもとにかく囲った方ではリードされちゃうことがあるよってことです。なので8三銀にはこっちもね誰か対応しないといけないと。でどうするかですね。すいません、どうするか。じゃあ先手の方からしてどうするか。次8四銀出てきそうだと。いろいろ考え方ありますよね。一つはこう8五桂ともうポンとね歩を取っちゃうと。これも有力だと思うんですけども、例えば8四銀と上がってきて桂を取られそうになって8六歩と突いとくとね、で7五銀とかですかね。こういった感じになって
まあこれはね非常に軽い指し方ですよね。先手のもねペンポンと飛んでね、例えば軽い指し方というのは例えば7三桂成同桂7四歩。ただこの場合はこうやると6五桂でどうですかね、自分の方がピンチになりそうかな。7三歩成となれても将来的にこの地点が例えばね3五角のような手で狙われる、まあ大乱戦ですけどね、大乱戦、まあ後手も場外に収めますから無傷では済まないんですが、まあこれはね先手の方も怖い戦いでしょうね。でまあ8五桂がねもちろんまあ直接的にね8三銀を咎めるとしたら歩が取れるんで一番自然なんですが、本局はね一工夫しました。ここで8六歩とね、まあこうやってぜひ覚えてほしいですね。まあこう取れる歩をなんでわざわざ歩でぶつけるんだって話なんですけれども、こう歩をね取ってしまって、例えばね仮想図なんですけど、こうやって歩の上に飛車が来る形より歩がこう切れてた方がね飛車ってさばきやすいんですね。まあこの後見ていただければ分かるんですけれども、なのであえて歩を取らずに8六歩とぶつけると、これねぶつけて置くことによって桂馬をまだこう6五をねこっちにできれば飛びたいんですよね。6五からまあ一番理想はこうですよね。まあこうはなかなかならないですけど、なので8五に飛んじゃうと気持ちいいんですけれども、一歩得するけども桂馬がねもうこちらに6五に飛ぶことはできないと。なので6五に桂馬を飛ぶ含みを残しながら8五歩と8六歩と突いたということですね。8四銀ならば8五歩と取って7五銀と出られても、例えばですね8七銀と上がってきます。先ほどのねもうシンプルに取られちゃう形で全然いいですよね。銀が上がって、もちろんこれも一局だったと思います。相手の方、まあこれの方が普通だったかな。相手の方はここで8六にね同歩同飛車8四歩とね受けたんですけれども、まあこれですとねせっかく銀が出ててもね前に進む感じじゃなくなるのでね、まあこの8四歩で8四銀もあったんですけれどもちょっと危険ですかね。例えば8三歩と打ちまして同飛車に5六角と打ってね飛車を引けば8三歩と打って、これはうまくいきますかね。歩2枚持ってるんでね。なので8四歩と受けたんですが、ちょっとね棒銀が進出する形がなくなったんでね、で私の方はね7六飛車と飛車で支えとく手もあるんですが、本譜はね8七銀とね銀で支えに行きましたね。まあここ難しいですね。飛車寄ると、まあ、これも軽いんですけど8八銀がね若干使いにくくなるので実際は8七銀と上がりまして、まあここはうまくねまとめましたがね、まあ7四歩と来ても7六銀と上がっておけばそれほどねきつい手もないです。逆に4六角のような手で飛車の小瓶狙う手があるのでね、ここはうまくね立ち回ったかもしれないですね。まあ後手の方は後手の方ね8六に8四銀8五歩7五銀という方が良かったかもしれないです。まあ、実際8七銀に4四銀と上がったんですが、まあそうですね、あとここで8二からね、まあ実際もそうですね、4四銀7六の時に2八角という手をね、まあやる手もあったと思います。2八角ですとね1八香と上がって1九角成に、まあ、2七角と打つような感じですね。で角成を狙って受けてきたら3九金と寄って、まあ馬を封じ込めましてね、まあ先手の方の理想だけいくと桂馬を飛んで金を寄ればまあ馬が取れるというような感じですね。まあどうですかね、馬を作っとく手もあったとは思うんですけど、やはりここがねまあへこんじゃってますから馬と連動してどこかね動いていく手がないので、まあ、相手の方はね2八角を打たずに、まあ、実戦ね、4四角4四銀、7六銀に対して3一玉と寄りました。ただこれは3九玉と引いてね2八角の傷も消えまして、これは先手の作戦勝ちでしょうね。ややね歩2枚持っていてこの飛車銀のね格好も私がいいのでね、で、3九玉に対して相手の方は2二玉と、まあ囲い合いですね。で6八金と、まあひねり飛車はこの金が離れてるんでね一得打っとくだけで非常に引き締まってきます。で5一金と金が寄って、そして6五銀とね、まあこれで気持ちいい手ですよね。まあ対局の時も言ったんですけど、この銀とこの銀のね働きにこう差をつけていけばね、まあ優勢になっていくので、まあ特にこの銀が次厳しい手を狙ってるわけではないんですが、こう銀をね上に使って飛車の動きを通しながら、まあ次の手どうでしたかね、8五歩とついたんですけど、まあ何かまあ、例えば3三桂、まあちょっとね形悪いですけど、ね、3三桂、まあただ動かすのも難しいですかね。銀を引くとか、まあ何かこうやっておいた方がよかったかもしれないですね。8五歩ちょっとねこの手はね同飛車と取られて、まあ、局面を動かしていったんですけど、ここからね後手が苦しいかもしれません。8五同飛車に8四銀と出たんですが、8九飛車と引いてね歩がないですからね、相手の方もね歩があれば8八歩同飛車7九角とかね小細工は効くんですけれども、まあこれでね、6一金はね辛いですね。ただ私の手番が次に来ると8三歩同飛車7二角と打ってね、まあ、この飛車と銀の負担のところを追く攻めがあるので、まあ、6一金はねいい辛抱だったと思います。で私もね慌てて6八五歩と打つと7五銀とこう上に銀出られてね、ちょっと銀がこうなんていうんですか活躍されそうなので
6六角と、打ちました。で6六角に相手の方は9五歩と、暴れてきたんですがね、同歩と取って、ちょっとね細かい手が効かないのが辛いですね。相手の方はこれ同香と、勝負手なんですが同香と。ただ7四歩と突くような手もあるんですけど、局面が優勢なのでね、自然に応対してみましたね。で同香に6四歩で、同銀ですと、同銀もあったと思うんですけど、6五歩と打ってね、こう9八に角を打って桂馬をね狙ってくる手があるので、5六銀と、引きましてね、今度歩は同銀で桂馬の紐がついてるので問題ありません。で相手の方も5九八角と打って9九飛車に5四角成と。ただ非常に相手の方強い方ですね。ここにこの馬はね非常に好位置ですね。こちらの攻めね、実際に言ったんですけど、桂馬を持つとこう2七桂とか2六桂とかの時にね、必ず銀を吐かせることになります。ただこの場合はね駒がないので9二香成が先に回って、9八歩とね受けたんですけど8九飛車と、この辺りは先手ペースでしょうね。駒がないのでね、8三飛車と辛抱しても次に相手の方駒がないので、例えば4六香ぐらいでこちらを攻めておいてもね問題ないです。実戦は9二飛車とね、攻め合いを相手の方は選びました。で8四飛車、これ気持ちのいい手ですね。で、9七飛車成となったんですが、8二飛車成と自然になりまして、この竜が効いてるんでね、相手の方何もここは分岐点ですね。竜を引けばゆっくり指そうよって手なんですけれども、実際強く同竜と取りまして同金、そしてねこういう角銀香と持っているんですけれども、ひねり飛車のね特性を生かした逆に生かしてですね2七香と玉頭を狙っていきます。相手の方も飛車香でね、これちょっとねやはり美濃囲いが非常に好形なのでね指して難しかったですね。実戦は8八竜5八金。ただここですぐ7九飛車とか打ってすぐ5八竜を見せた方が難しかったですかね。この時に私も7五九銀とねもう手厚く打っちゃうか、2八玉と上がって済ましちゃうかちょっと迷うとこだったと思うんですけど、実戦はね8九竜だったので、これですと狙いがね特にないので4五銀と寄せに行きました。でこれ銀がね角銀香が連動して、これは理想的な形ですよね。実戦は3三桂と飛んだんですが、3四銀ね、4四銀じゃなくて3四銀とねここにすり込むのが強力な手で、ここでね相手の方も7八飛車と攻め合いに来てね、これ5八飛車成の狙いなんですが、受けるならね5九銀とかもあったと思うんですけど、この場合はね銀香が早いので4一角のねでこれで一手勝ちを目指しました。5八飛車成なら2三香成となっていけば詰みがタッチですね。先手の方も受けないですけど先に一足が詰みです。ですので相手の方は3一玉とね、これはね受けの形なんですけれども、他にね受けの手がないんですよね、香車ですとね。なので3一玉と引いたんですが、3二角成と切りまして同玉に、実戦の時も言ったんですけどね、飛車2枚に角香も取れてますけど一応安全かどうか確認が必要ですが、現状は詰みはないのでね4四角とバサッといって、これが決め手ですね。同歩ですと4三銀打ちと打てば銀香とね金銀持ってますから、玉寄れば香成、玉を引けば3二銀打ちからね詰みになります。これで受けがないということで相手の方は、5八飛車成と、これは形作りですね。受けがなかったら形作りをしまして3三角成となったところで、相手の方の投了となりました。以下はね結構相手の方が最後の方まで指したので、玉をどこに逃げてもいずれも頭に金を打てば詰みということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。最近プロのね公式戦では少しひねり飛車っていうのは出現回数が頻度がね減りつつある戦法ではあるんですけれども、根強いファンも多い、作戦ですので重点を置いて今回解説させていただいたので、対局の参考になればいいなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。